回は初心者の方に向けて、選別召喚で狙うべき伝説カードトップ10を発表します。なお20位から11位はこちらになります。気になる方は一時停止をお願いします。それではトップ10の発表です。第10位は、中央に置くだけでコンボ倍率を 70% 上げるカード、清掃大王です。このカードの魅力は、非属性ならどの職業にも編成できる取り回しの良さです。またハンドでもバフを乗せるため、清掃大王をハンドに3枚置く戦法は、ゲーム後半のボス戦でよく使われます。続いて第9位は、すべての敵を3ターン凍結させるカード、鬼猛です。このカードは、どんな状況でも時間稼ぎができるのが強みです。正直ゲーム後半ではあまり使われなくなりますが、全勝基地では最後まで活躍してくれるはずです。続いて第8位は、復活時に全カードの攻撃力を上げるカード、ミカエルです。このカードはボス戦で必ず使われます。復活については後ほど紹介します。続いて第7位は、他のカードの攻撃回数を増やすカード、エリザベスです。このカードは、フィールドのどこに置いても機能する使い勝手の良さが魅力です。全体攻撃カードの攻撃回数を上げたり、スキルの発動回数を増やしたりするのに使われます。続いて第6位は、右側に置くだけでコンボ倍率を 100% 上げるカード、安政です。このカードの強みは、事前準備なしで手軽にコンボ倍率を上げられる点です。特に人形使いテディとの相性が抜群ですが、序盤はアクアータでも代用できます。ここからはトップ5に入るので、より詳しく説明していきます。第5位はこちら、ジュリアンです。ジュリアンはトリックを使うと敵を攻撃するカードです。序盤は普通に使うだけでも敵を倒せますが、このカードの進化は別にあります。それは人形使いとのコンボです。人形使いのスキル発動後にジュリアンを使うことで、ダメージがさらに跳ね上がります。精鋭伝説カードのキレネも似たスキルを持っており、両方使うことでさらに強力になります。周回にも使えるので、ゲーム後半でも便利なカードです。第4位と第3位はセットで紹介します。クールな観光客 D とホットな観光客 C です。これらは一見地味に見えるカードですが、手札を効率よく回すため、ほぼ全てのデッキに入ります。クールな観光客 D は、ターン経過なしで複数のカードを捨てる効果を持っています。不要な手札を捨てて、デッキに埋まっている必要なカードを探すのに使います。特に序盤では、デッキのメインコンボを揃える上でとても便利になるでしょう。一方ホットな観光客 C は、ターン経過なしで複数のカードをデッキに戻す効果を持っています。後で使いたいカードが先に手札に集まり、身動きが取れなくなった状況を手札事故と言いますが、このカードはそれを解消してくれます。ゲームを進めてコンボパーツが増えるほど便利になっていくカードです。これら2枚はガチャで被るメリットは少ないものの、汎用性があまりにも高いためこの順位としました。それでは第2位はこちら、ガブリエルです。ガブリエルは復活時にトリックを4個獲得するカードです。復活直後というのはコンボが揃っておらず、ピンチのままなことが多いです。そんな時にガブリエルがいれば、すぐにカードを引いて耐性を立て直せます。また、14位にいたブリオンのバフを乗せる上でも、トリック獲得は重要です。それでは第1位の発表です。選ばれたのはやはりこのカード、ラファエルです。ラファエルは、この動画で何度か登場した復活を行うカードです。一度負けても復活できるというのは、それだけでゲームの進めやすさが段違いに変わります。加えて、これまで紹介してきたミカエルとガブリエルの効果を発動させるのに必須のカードでもあります。実は他にも復活できるカードは2枚あり、ラファエルの代用として機能します。しかし、これらはワイルドカードという追加スキルを獲得できず、他の職業に編成できません。一方でラファエルはワイルドカードを獲得可能なので、いずれは好きな職業に編成できる利便性もあります。選別召喚で悩んだら、まずはラファエルを狙ってみてください。このチャンネルではトリプルファンタジーの動画を上げています。更新は不定期なので、動画を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。動画の内容が役に立ったという方は、グッドボタンも押していただけると励みになります。それではご視聴ありがとうございました。